ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕樹、絶対的に安定した前進力に評価。レッドブル以外の他チームへの移籍の可能性も。 RB には売却の噂がの話題です。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手はオーストラリアグランプリでのポイント獲得に続き、日本グランプリで貴重な1ポイントを獲得し、角田選手の活躍は現在高く評価されています。 CEO のピーター・バイエルは、彼の絶対的に安定した前進力は他のチームも興味を持つだろう。他のチームがすでにこのことに気づいていることは知っていると話し、あるメディアは RB にとって角田選手の退団は痛恨の損失になるだろうと指摘しています。またレッドブルのセルジオ・ペレスのシートが2025年からは開くために注目されていますが、レッドブルのヘルムート・マルコが日本グランプリの後にペレスのシートについて言及しています。さらに RB チームには売却の噂が出ていて、マルコは現在の RB チーム売却の状況について話しています。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは、ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手がドライバーとして開花したことで彼の暴言がなくなったと話しています。レッドブルはこれまで 1,2 年で昇格させたりドライバーを放出したりしてきましたが、アルファタウリの元代表であるフランツ・トストは、ドライバーが自分のペースをつかむのに3年はかかると常に主張してきました。トストの主張通り、角田選手は4年目でその成果が出てきました。角田選手はホームグランプリである日本グランプリでの1ポイントを含め、ビザキャッシュアップ RB が獲得した7ポイント全てを獲得していて、グランプリ優勝8回を誇るチームメイトのダニエル・リカルドを大きく上回っています。リカルドに対して角田選手は V カーブ01を3度 Q3 に進出させ、予選では4勝0敗、ポイント争いでは7対0でリードしています。その角田選手のパフォーマンスにより、レッドブルが来季セルジオ・ペレスの後任として内部昇格を選択した場合、角田選手はその最有力候補となるだろうと見られています。マルコは角田選手に感銘を受けつつも、ペレスのレースシートを与える準備はまだできていないそうです。レースは4回行われ、裕樹は3回 Q3 に進出している。彼は安定しているし、ミスは過去のものだ。無線でのコントロール不足も解消された。彼は本当に開花したんだ。でも今は4月だし、まだ多くのレースが残っている。夏休みに入ったらドライバーの状況を見てみよう。よく見て正しい決断を下したい。それが夏までかかるのは確かだ。角田選手はライバルチームにとって興味深い存在になってきているようです。レッドブルが角田を来季昇格させないと判断した場合、アストンマーティンが2026年にホンダパワーに移行するのに伴い、角田選手はアストンマーティンのシートを手にする可能性があります。スカイのインタビューでラルフ・シューマッハは次のように話しています。アストンマーティンとタッグを組むホンダにとって角田は魅力的な存在だ。もし彼があのように成長すれば、彼らは日本人ドライバーとして彼を注目するだろう。もし彼があのようなパフォーマンスを続けるのであれば、そうなるだろう。ビザキャッシュアップ RB のピーター・バイエル CEO は、角田選手が他のチームにとって興味深い存在になっていることを認めています。この半年間、彼は常に上昇傾向にある。彼は驚くほど集中し、肉体的にも一歩先を進んでいる。精神的にも一歩前進している。ティーンエイジャーから大人へと成長した。信じられないほど集中力があり、運転するのが楽しい。彼は他のチームにとっても興味深い存在になりつつあり、レッドブルも彼の今後を注視している。
日本グランプリのオープニングラップでクラッシュしたリカルドについてはバイエルは次のように語っています。最初の分析はあれはレース中の事故だったということだ。オープニングラップのこのコーナーで彼の右後ろに誰かが現れるとはとても思えない。彼は週末に素晴らしいパフォーマンスを見せていただけに残念だ。日本グランプリでポイントを獲得した角田選手はレッドブルグループ内でどのように評価されているのでしょうか。2024年の日本グランプリを終えたビザキャッシュアップ RB の角田選手はただほっとしていますと語っています。日本のファンのプレッシャーの中ポイントを獲得し日本のファンだけでなくチームの首脳陣も喜ばせています。 CEO のバイエルは角田選手が10位入賞というチームにとっての大成功を収めたと称賛しています。2012年以来ホームでポイントを獲得した初めての日本人ドライバーだ。我々は勝利のように祝っている。チーム代表のローラン・メキースも次のように今回のポイントの重要性を指摘しています。チャンピオンシップにとってはわずか1ポイントだが非常に重要なポイントだ。特に上位5チームが共にマシンを持ち帰った日にはね。スタートでは出遅れた角田選手でしたが第1セクターの難しい S 字カーブのアウト側を回るなど印象的なオーバーテイクを披露しました。メキースは大喜びでした。角田選手は見事なオーバーテイクを見せ全体的によくコントロールされた素晴らしいレースを展開しました。勇気はタイヤをうまくコントロールし大事なところでハードにプッシュした。彼はウィークを通じて一つもミスを犯さなかった。テクニカルディレクターのジョディ・エギントンも勇気は素晴らしいドライビングをしたと称賛しました。彼は驚くほど集中し肉体的にも精神的にも新たな一歩を踏み出した。勇気は10代から大人になり見ていて楽しい。全体的に私は彼にとても満足しているとバイエルは話しています。 F1 インサイダーは角田選手の活躍は高く評価されるべきだろう。なぜならチャンピオンシップでポイントを獲得するのは以前よりも難しくなっているからだと指摘しています。マシンの台数は以前の26台から20台に減っているにもかかわらずレッドブル、フェラーリ、マクラーレン、メルセデス、アストンマーティンの5チームが事実上ポイントを獲得しています。2014年は上位5チームが全体の 90%、 2004年は 91.6%、 1994年は 87% しかポイントを獲得していません。今年はオーストラリアグランプリのように上位5チームに何か問題が起きた場合のみそれ以外のドライバーにはまだポイントが残されています。あるいは角田選手のように平均以上のパフォーマンスを見せるドライバーもいます。だからこそこの10位には大きな価値があると F1 インサイダーは指摘しています。 F1 インサイダーはレッドブル以外の他チームへの移籍の可能性を指摘しています。角田の株は他のチームでも上がる可能性がある。例えばアストンマーティンは2026年にホンダがワークスパートナーとして加わる。過去ロータス、ティレル、ウィリアムズ、ジョーダン、 BAR など日本人は常に地元のヒーローをコックピットに据えることにこだわってきた。そしてホンダは角田をジュニア時代に大抜擢した。 F1 インサイダーはレッドブルはこのことを認識しているとし RB にとって角田の退団は痛恨の損失になると指摘しています。バイエルは次のように話しています。彼の絶対的に安定した前進力は他のチームも興味を持つだろう。他のチームがすでにこのことに気づいていることは知っている。日本グランプリの後に東京の寿司屋で OE24 の記者がマルコに取材しています。マルコはレッドブルの2025年のドライバー計画についてホーナーといつも通り全て話し合っているとしています。
クリスチャン・ホーナーはタイのレッドブルの大株主に、今のマシンでアレックス・アルボンが乗ってもワールドチャンピオンになれると信じさせたいと考えています。マルコはそうするためには2025年にレッドブルのマシンにアルボンは乗る必要がありますが、アルボンは2025年までウィリアムズと契約があると指摘しています。セルジオ・ペレスに関してはもう1年のオプションの可能性は認めているものの、2年契約を結ぶとペレスが気を緩めてしまうと否定的です。セバスチャン・ベッテルの復帰は選択肢にないそうです。また従来より早くドライバー選定の流れが今年あるのはアウディのプレッシャーがあるからだとマルコは指摘しています。レッドブルは全てを冷静に見ており、ドライバーを決めるつもりだそうです。最後に OE24 の記者は RB チームが売りに出されているという噂をマルコに確認しています。マルコは次のように答えています。興味を持っている相手はたくさんいるが、最終的には株主の判断だ。チームの値段は高いがまだ何も決まっていない。角田選手の評価はどのメディアでも現在高評価で、移籍先が注目されている状況です。レッドブルのペレスのシートはいろんな噂がありますが、ペレスの契約継続、カルロス・サインツ、アルボンが注目されていますが、角田選手が結果を出し始めてきているため、角田選手のレッドブルへの内部昇格の可能性が注目されるようになってきています。また F1 ドライバーとしての速さと安定感が増してきているため、他チームの関心も高くなってきていて、このまま角田選手にはパフォーマンスを出し続けてほしいですね。角田裕樹、絶対的に安定した前進力に評価。レッドブル以外の他チームへの移籍の可能性も、 RB には売却の噂がの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。